今日はまずはじめに私がたまたま見つけたおすすめポイント2選 in ベネツィアから紹介していきます。1つ目はベネツィア本島からジュデッカ島の景色。なんか知らないとこだけど向こう側に海が見えるから。おー、素晴らしいとこに出てきた。近くに見つけたレストランを Google マップで共有します。次はここのレストランでランチかアペリティボかしたいなって思いました。2つ目はアカデミア橋からのカナルグランデ。アカデミア橋、さっき撮った時すごい綺麗だったんだよね。ここからの景色がなんかこれぞベネツィアって感じの景色じゃない？そしてこっち007でこういうの乗ってたよね。かっこいい。ジェームズ・ボンドが落ちた建物から飛び降りたとこだけど、あれはフェイクだって。ベネツィアで見つけたさまざまな何これを紹介します。まずは橋の四つ角に足跡のマークを見つけました。この橋はげんこつ橋って呼ばれてるよ。かつてのベネツィアは東部と西部に分かれていて、その対立で抗争が繰り広げられていたらしい。こんな感じ。その名残の足跡のマークみたい。この人タケコプターつけてない？調べてみたところ、これはタケコプターじゃなくて天使の輪っからしい。やばい。天使っていうとこれのイメージだったけど、これはキューピッドでした。結構街のあちこちに井戸があって、ベネツィア水はいっぱいあるけど全部海水だから雨水を溜めて昔は生活してたらしい。斜めになっててくぼみがあって雨水を溜めてたみたいで、これが面白いのがこの穴、水が溜まってるんだけど、ここ猫のために作られてるらしいよ。猫が水飲むために。なんかめっちゃ猫大事にしてるらしい。っていうのもベネツィアには人間の4倍のネズミがいるんだって。特に14世紀の中頃に猛威を振るったペスト、それはネズミを媒介していて、当時のヨーロッパの人口の3分の1ほどがペストで亡くなったって言われてます。権威を欲しいままにしていたカトリック教会ですが、みんな教会でお祈りするだけじゃ救われないって気づき始めて、宗教改革の発端となったようですね。そんなこんなでベネツィアではいっぱい猫が飼われていました。ベネツィアの夜は暗い。水路とか狭い路地が多いベネツィアだから、昔は伝統を持って先頭を歩く人を雇ったんだって。そうしなきゃいけないほど暗いし、結構治安も悪かったらしい。お店の前とかメイン通りは明るいけど、ひとたび狭い路地に入ると真っ暗。水場なので夜間の虫除けは必須。ここまでの旅でもはや30カ所以上蚊に刺されてた。また道が狭いベネツィアでは右側通行が基本。ベネツィアではオーバーツーリズムが問題になってるらしい。観光客が多すぎて交通公共機関が混雑しすぎたり、住民が生活するためのプライベートのスペースが少なくなったり、
でも一番はサービスとか家賃が高くなってることじゃないかなと思うんだけど、それによって住民がすごく減少してるらしい。街っていうよりかはテーマパークに近いかなっていうような雰囲気がありました。今日はボートに乗ってバスステーションまで行きます。この時期のヨーロッパは夜遅くまで結構明るいから、バリッバリ夜型人間の私に朝はきつい。すっぴんにこの頃まだ交通公共機関ではマスクの着用が義務されてたので、すっぴんマスクでバス停まで向かいます。フレックスバスを使ってクロアチアまで行きます。前のバスが3時間遅れてるって聞いたからどうなるかと思ったけど、私が予約してたバスはそこまで遅れずにクロアチア・ザグレブへと向かいます。Thanks for watching this video. If you like it, thumbs up, subscribe, and share it with your friends. Cheers!